世界のジャパンチャンネルへようこそ。最近は脱炭素というワードもよく聞かれるようになってきましたが、まだまだ私たちの生活に石油は欠かせません。そんな石油産出国といえば、中東のサウジアラビア、アラブ首長国連邦、イラクなどが挙げられますが、イランもその一つ。今回はそんなイランが韓国のタンカーを拿捕した事件に対しての韓国の反応が話題になっていましたので、その様子をご紹介いたします。2021年1月、ホルムズ海峡を通過していた韓国船籍のタンカー、韓国ケミ号がイランに拿捕されました。拿捕した理由は、タンカーが海洋汚染を引き起こしたためとイランは説明していますが、実際にはイランがアメリカの経済制裁で韓国に凍結されている約9000億円を受け取るための圧力として拿捕したとみられています。この背景には、当時アメリカ大統領だったトランプ氏が2018年にイラン核合意を離脱し、イランへの経済制裁を強めたことが発端。この経済制裁によって韓国がイランから輸入した石油の代金約9000億円を支払えず、韓国の市中銀行に凍結した状態だったのです。韓国籍タンカーの20人の乗組員のうち、船長を除く全19人は翌月に解放されましたが、タンカーとその後も交流されていたその船長は、韓国の銀行で凍結されているイランの資金の返還努力を韓国が確約した3ヶ月後に解放されました。この事件はもちろん韓国でも報道されましたが、興味深いことに韓国メディアは、イランの対応は韓国が日本に対する態度のようだと報道しています。韓国船が拿捕された直後、お隣ではこの事件がどのように報じられたのかご紹介します。イランは韓国に凍結された約8兆ウォン規模の原油代金の問題の解決を要求している。その一方で、環境汚染を理由に逮捕した韓国船については、司法手続きを重ねて強調しており、これは我が国が日本に司法判断を強調するのと同じように見える。我が国は経済と司法というツートラック戦略を固守して日本に対峙してきたように、イランも同じように我が国に接しているのだ。韓国外交部は政府が直接現地に赴き、我が国の船、船員全員ができるだけ早く抑留解除されるよう最善の努力をしているが、具体的な解除時期の予測は難しいと述べた。イランを訪問している韓国外交部第一次官は、イランの外交部次官や中央銀行総裁などと次々協議を行ったが、拿捕の問題解決には進展が見られない。韓国側は環境汚染をしたという証拠資料を出すようイランに要求しているが、イラン側は船舶の勾留事件は地方所轄であるため政治化してはいけないと繰り返しているだけの状況のようだ。イランのメヘル通信によると、イランのザリーフ外相はチェ次官との面談で、今回のことは司法規制の枠組みの中で進められている技術的な問題なので、当然イラン政府は地方手続きに介入することはできないと述べた。ムン政府がこれまで司法への不介入という外交原則を強調してきただけに、イランに外交的妥協を促すことが難しくなっている。以上が韓国メディアによる報道の大まかな内容です。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。自分たちが今まで司法には介入してはいけないと言っていたからね。
今回それを言われる立場になったのは皮肉だね。中東の国は日本みたいに甘くないぞ。まさしく因果応報だな。笑わせるな。イラン人は北と核ミサイル交流する奴らだから、間違っても韓国と同じというのはありえない。韓国が言ってるのは言いがかりだよ。逆にイラン人のは報復というか責任の追及って思えるけど、それにしてもこのイランの態度が日本に対する自分たちのようだと韓国が言ってるのは随分と冷静に思えるね。韓国って政治面とかで日本にものすごく批判的な印象があるから、こんな客観的な視点も持ち合わせているのが意外だよ。これがムン外交の実態だよね。ムン支持者よ、いかにチンピラが政治を行っているか分かったであろう。自称外交の天才だもんね。自国の司法を言い訳にする交渉方法をイランも真似したわけだ。イランの主張も分からなくはないが、だからといって船を拿捕するのはおかしいんじゃない？これは戦争行為だよ。この後韓国が原油代の代わりに救急車を送るから勘弁してって言ったんだよな。そりゃイランもブチギレるだろう。北朝鮮には貢ぎ、中国にはいじめられて一人ぼっち、日本には喧嘩を仕掛けて、イランには船を奪われる気の毒な韓国。同じ後進国の独裁国家ではやはり同じ方法になるということなのだろう。これは韓国は何も悪くないだろう。だってアメリカによる経済制裁の影響で払えないのだから、イランは文句があるならアメリカに言うべきだ。確かアメリカは制裁前に猶予期間を作って各国その間に対応したんじゃなかったっけ？その時なぜか韓国は送金せずに猶予期間が終わったとかだったような。金払えばいいだけなのに、なんで韓国は払わなかったの？もしかして使っちゃったのかな？アメリカが何かにつけて戦争をふっかけるような態度は気に入らないけど、だからといってイランが強人のように振る舞うことの理由にはならないよな。韓国は別に自分たちがやっている行為が理不尽だっていうことが分かっていないわけではない。理解してやっているっていうのがこれではっきりしたね。以上が海外の人々の反応でした。韓国メディア同様、韓国の状況が皮肉だと感じる声があったり、イランの対応へ賛否両論の意見が見られました。この一件以外でも、イランで韓国に対する非難が広がる事態が起こっています。コロナ禍において、引き続きイランの資産を国内で凍結している韓国が、コロナ支援としてイランにマスク2000万枚を提供したのです。お金を返さないのにマスクは送るというこの一貫性のない行動にイラン側は苛立ちを隠せないようですが、韓国内外からも韓国の外交センスのなさに驚きの声が上がりました。そもそもかつて韓国はイラン産原油の最大の買い手の一つであり、両国関係に目立った緊張も見当たりませんでした。しかし、今回ご紹介したように、2018年に当時のトランプ大統領がイランへの制裁措置を再開したことに同調した韓国は、イランから輸入した原油の代金を凍結するという制裁に出ています。イランメディアによると、韓国政府はバイデン政権発足後に資金の一部、約1300億円を解除する意思を表明したものの、その後も交渉が進展する気配はありません。その後、新型コロナの甚大な打撃が国内に広がり、復興に向けて経済から医療まで
広範囲な領域で支援が求められているイランにとって、喉から手が出るほど欲しいのが、韓国内の銀行に凍結されている資金。資金凍結から今に至るまで、イランはこれまであの手この手で交渉を試みました。その一つが韓国の石油タンカーと船員を拿捕でしたが、それでも状況が変わらなかったことに痺れを切らしたイランは、2021年9月、韓国大手電子メーカーであるサムスンと LG の家電製品の輸入禁止という強硬手段に出ました。韓国に圧力をかけ、資金凍結解除を促すと同時に、対イラン制裁の大元であるアメリカに揺さぶりをかける意図があるものと推測されます。この輸入禁止がどれほど効果があるかというと、実はイランは中東最大の市場を持ち、その規模はなんと8000万人。過去10年以上にわたり、中近東の電子機器市場で確固たる地位を確立してきたサムスンと LG にとっては大きなマーケットを失うことを意味するのです。実際、この完全輸入禁止以前からその影響はすでに明らかでした。どちらのメーカーも核合意解消前は商品の部品などをイラン国内に持ち込み、現地で組み立て作業を行っていましたが、アメリカがイランに課した輸入、輸出、金融取引の禁止措置により、主要な部品を輸出できなくなっていて、その結果、サムスンは現地での生産停止に追い込まれています。さらに、韓国にとっての脅威となったのは、ライバルメーカーの台頭です。韓国メーカーが勢いを失ったことで、ファーウェイなどの中国企業がここぞとばかりにイラン市場に流入しました。さらに、サムスンと提携していたイランの国内メーカーサムが大部分の部品を中国から調達して独自の家電製品を販売し始めたのです。それに加えて今回の完全輸入禁止措置が大打撃となり、なんとかイランの怒りを鎮めたい韓国政府が慌てて行った行動が、こともあろうか、マスクが不足しているどころか、近隣国に輸出しているイランへの2000万枚のマスクの寄付だったのです。これには SNS 上に、イランに対する侮辱だ、バカにしている、など、イラン国民の怒りの声で炎上しており、イラン外務省のスポークスマンも SNS で、マスク寄付は冗談としか思えない。他国が資金を盗むことを容認する国はない。と厳しく批判しています。さらに、イランの議会で演説したアリレザ・サリミ国会議員は、韓国の銀行に保管されているイランの資金が生み出す利子だけでも、我が国が大量のマスクやコロナワクチンを購入できるという事実を韓国は知らないのか。マスクを寄付したぐらいでは、失われた信用を取り戻すことはできない、と非難しており、地元メディアは、韓国には外交的判断力が必要だ、と厳しい論調で報道しています。そもそもはイランの核開発に対する経済制裁ではありますが、購入したものに対する代金を払うことは当たり前のことではあります。様々な問題が絡み合っている状況ではありますが、平和裏に解決することを願いたいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。